にちは。今回はバンドリアベムジカ第2話への視聴者の反応をご紹介します。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。もう解散だろこれ。展開めっちゃ早いな。自覚なんか持てるわけないだろう。で、迷子以上にギスギス展開だわ。こんな状態でよくグループ続くと思えるな。もう終わりだよこのバンド。チームがバラバラじゃねえか。咲子にしても祐天寺にしてもむつみのネームバリューに頼りきってるのに態度でけえ。大こけしそうというか無理だろこれ。もう限界やん。記憶が飛んでる。こりゃステージでぶっ倒れるな。放送事故になりそう。それも舞台の醍醐味。ああ、ただでさえやばい精神状態に劇がぶっ刺さってひどいことになるんだ。キュウリ壊れちゃった。壊れちゃった。ここまで演出って思われそう。あるある。と思ってたんだけど、観客席ざわざわしてたからどうなんだろう。キュウリ壊れる。周りのメンバーアドリブかな。そういう演出ということにして続けるしかないな。もうこれバンドアニメじゃないだろう。電車の広告には史上最長のバンドアニメだとのことだぜ。緊張しっぱなしの庭でしたね。スタッフも含めて誰もむつみの体調不良に気づかないの以上では、なるべくしてなった結果としか。だってそよさんは勝手に春日陰だったりして表情めちゃくちゃな時でも、なんだかんだ演奏はちゃんとしてたからいけるかなって。綱渡りすぎんよこのライブ。キュウリさん、今まで壊れなかったのが不思議だからな。バンドリ面白え。ガールズバンドアニメのベースやばいやつしかいない。すげえ面白いんですが、もうちょっとアクセル緩めてくれませんかね。展開がびっくりするほどジェットコースターだぜ。キュウリ、なんでこんなに追い詰められてるんや。シンデレラストーリーを狙った咲子とニャムが転がり落ちていった話と考えたらめちゃくちゃ面白い。ニャムが仮面取ってもむつみがダウンしても客は演出だと思ってくれそうでありがたいな。バンドリってギスギスしなきゃいけない縛りでもあるの。最初はキラキラしてただろ。キラキラ押し返してやったいか。そういえば1期からして割とギスギスしてたような。2期くらいかなギスギスしてなかったの。一輝、あいつは森南の娘だって言われるの一番嫌だから、さきちゃんは理解してくれてたのに、咲子がむつみの精神状態に全く気づかずフォロー入れん買ったのはかんでしょ。ともりのこと以外は何でもわかる女。客、あ、今日はそう来るわけね。草、演出だと思われるよな。キュウリはなんか悪いことしたの。メンバー入りの時、上から目線だったのが悪かったのかしら。もともとストレスフルだった環境にさらに拍車がかかったからな。そりゃ壊れちゃう。バンドメンバー間の結束力のなさはなかなかだな。むつみ、迷子に移籍しろ。パンクとヘビメタは相入れないのだ。よしきに謝れ。コモリとラーナちゃんと仲良くしていただきたい。ずっとキュウリちゃん不憫すぎて草死ぬかと思ったわ。とりあえずマネージャーくらいは置いとけよ。むつみちゃん、クライシックの頃は楽しそうだったのに。一度も面白いと思ってないぞ。バンドは楽しそうじゃないけどカラオケは楽しんでたから。むっちゃんかわいそう。すごい緊張感やばい。公開の未来しか見えん。そよりんがまた語録になりそうなことを。久しぶりにアニメ見てて見てられなくなる感覚味わったぜ。先行上映行かなくてよかったよ。こんなん見てられなくなって途中退出しちまうよ。むつみが壊れてしまいましたわ。むっちゃんどうなってしまうの。一輝が意外とむつみのこと気遣ってるんだよな。なんだかんだクライシック大好きだし、全然引きずってるからな。順番に壊れていって全員壊れてやっと真のアベムジカになる。ギター抱えてうずくまるむつみちゃん神々しいなと思っていたところからの熊顔に、その興奮しました。ニャムチなんだかんだで寸劇一番ノリノリで参加してるよね。ニャムチかブストップやす。完全に話題性中の人に食われてるし、咲子の方が正しいだろう。ニャムニャム性格悪いけど可愛げある顔をしているな。咲子さんがスマホで解散報道を見てる時の表情がすごい好き。
めちゃくちゃ面白いな。まさか迷子がマシに思えるくらいの地獄とは。なんか意外な感じだけどアノンの役割を果たすのはウミリさんになりそうな。それもウミリさんの方が3段階くらいの上位互換で。これはかなり人を選ぶ作品だな。庭にしていたたまれなくなる内容だった。バンドリもここまで路線変わるとは、ポピパのアニメの頃からは想像つかなかったな。迷子の頃から思ってたけど、マジでこの方向に舵切ったやつ言うのプロセカに対抗した結果なんだろうな。残念ながら次回はさらにとんでもない展開になるのだ。先子の寝首をかいたから先まで見通してるかと思ったら、普通に焦ってるのがそこの浅さを露呈してて最高。逃げ道がないのも問題なきゅうり、親身になってくれる人もいないし、続きが気になってしょうがないんだが、追い詰められていくむつみを見てるとこっちもハラハラするし心臓痛い。どうやったらオープニングのぶっ壊れた表情になるの？これ本当にガールズバンドアニメですか？正体バレした後のむつみちゃんの絶望ぶりが想像を絶していてやばい。注目が苦手、会話が不器用な点から察するに、注目を受ける、好奇心が自分に向く、会話に神経質になる機会が増える、ストレス激増、絶望の流れをたどったと思う。むつみちゃん、ただでさえ板挟みで辛労がすごそうなのに、メンバーや長崎そよから詰められた挙句、幼なじみからは心配の声ではなくマネジメント不足だと一蹴し、余裕がないのはわかるけど前兆が幾度とあったのに、若葉むつみという人間を見てすらいないことが目に見えてわかるのでさすがにしんどいよ。先子が焦っているのはむつみが倒れたからではなく、演奏が中断されたからであって、本当にむつみの負担を見ているのが生前やむくらいしかいなくて終わってる。利己的すぎる女なので助けにはならない。むつみちゃんの壊し方が容赦なさすぎて怖いね。ホラー演出も決まっててやばい。むつみちゃんの糸が切れた瞬間の祐天寺さんの表情好き。さきちゃん、との同棲始めたウイカちゃん大勝利で笑ってた頃が懐かしいです。数分前。ムジカ、迷子以上にどうすんだよ。これをぶっちぎってるし。迷子はどれだけギスギスしても、リアルバンドの存在が丸く収まるであろうことを担保していたけど、ムジカはアニメで崩壊エンド、リアルバンドも終了、お疲れ様でした。おやりかねない怖さがある。海と滝の痛快な関係性が破壊力やばすぎでした。本編はむつみとらって GM 編が如く、赤が大変なことに、使えるなら何でも使うんやむとの対比で、持ってる側にもかかわらず、ひたすら消耗していく様子は辛いです。まず壊れたる人形はむつみさん。演劇と幻覚が混じり合って精神崩壊する様が怖すぎる。本当にガールズバンドアニメなのか。そして部外者なのに病んでレムーブで目立つそよさんは一体何なのか。次回も楽しみです。ニャムチの暴走による正体バレだけでもバンドの危機なのに、その上むつみが心身に異常をきたしてしまうというね。他人から見れば恵まれた環境で何不自由なく思えても、そのことがいかに本人には重荷なのかがよく描けてて、胸が苦しくなりました。ナレーションでも人形と比喩されるむつみちゃん。1話で親族席にいたり、その見た目の類似から、咲子が大切にしてる咲子母の形見である人形は、もしかしたら咲子母が何か知らないと、愛情、忘れないよう、で、むつみをかたどり作った人形なのかもと思ったり。アベムジカまだあれでアニメに話だよな。マジで感情がぐちゃぐちゃやし、こんな感情でアニメ見るなんて初めてやったかもしれん。下手したらそのあたりのうつアニメよりうつなんやけど。最後まで見てくれてありがとうなのだ。なので、高評価が欲しいのだ。感想コメントも欲しいのだ。チャンネル登録してくれると嬉しいのだ。お願いするのだ。